1943年4月18日、日本軍による大規模航空作戦伊号作戦終了に伴い、これを直接指揮していた連合艦隊司令長官山本五十六は、ブーゲンビル島、ショートランド島の前線航空機師の将兵の労をねぎらうべく現地へ赴く予定を立てた。この前線視察計画は艦隊司令部から各方面に打電され、当日連合艦隊参謀長宇垣まとめ中将ほか幕僚とともに2機の陸港に分かれて登場し、予定通り6時5分にラバウルを飛び立った。あと15分ほどでバラレ基地に到着します。長官機ら陸港の上空には6機のゼロ戦が護衛として配置されていた。搭乗員は第一小隊長森崎武史中尉を筆頭にラバウルのエースで構成されており、友軍勢力圏内であれど気を抜くことなく周囲に目を光らせていた。しかし彼らが朝霧に身を潜める騎兵に気づいた時、それらの褐色に光る騒動を視認できるほど敵の接近を許していたのだ。霧で見えなかったか。機長、敵機が来ます。バカな、ここは友軍勢力圏内だぞ。回避行動に移ります。手近なものに捕まってください。浅かったか。お先は離れないのか。このクソ度胸か。ならば近づいて機関砲弾をくれてやる。
もが畜生難儀いる。総回戦にしてはあまりにもできすぎてるぞ。陸港は長官機はどこだ。くそ、こんなことをしている場合では。危ないところだった。どうやらうまく負けたらしいな。敵機こっちに向かってきます。なんだと、あの状況でつけられたとでも言うのか。直撃はなんだ、なぜ直撃がいない。この結末を誰が予想できただろうか。長官機は自衛用の武装を搭載しておらず、猛攻撃を仕掛ける P38 戦闘機を前になすすべもなく銃撃され、ブーゲンビル島のジャングルに墜落した。そして日本側は全く感知していなかったことだが、この前線視察計画は各方面に打電された時点で傍受されており、その全てを米軍によって把握されていたのだ。結果、この暗殺作戦が立案され、最終的に米軍は16機中1機が撃墜されたが任務を完遂。陸港は全機撃墜され、宇垣参謀長は生還するも山本五十六長官は戦死した。倍の数で襲いかかる P38 戦闘機を切り抜けた攻撃は全機帰還したが、戦死の事実は軍と国民の士気に大きな影響を与えることが予想されたため、関係者には直ちに箝口令が敷かれ、それらが公表されたのは事件からおよそ1ヶ月後の5月21日だった。長官の最後には様々な説があるが、現在有力視されているのは墜落後も救助を待っていたが全身打撲による出血多量により命を落としたとの説で、軍刀を携えたまま泰然と戦死していたという公式発表はプロパガンダのための演出であったと考えられている。この事件により戦争の日本優位とした講和を望んでいた山本五十六の理想は完全に絶たれ、1943年以降日米の戦火は太平洋をさらに血で染めていくこととなる。